ここは都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。今週お送りするのは番組 MC の3人が選ぶもう一度見たい格ゲー喫茶ハメジュン名勝負3戦。番組が始まっておよそ1年、こちらの喫茶店ではトッププレイヤー同士による数々の激闘が繰り広げられてきました。その戦いを間近で見てきた番組 MC の3人がもう一度見たいと思う試合をピックアップ。ハメジュン史に残る名勝負を振り返っていきます。まずはアルバイトのいつかが選ぶ名勝負。昨年12月の第10回放送、お客様は大の投げキャラ嫌いとして知られるネモ選手と投げキャラをこよなく愛する板橋ザンギエフ選手。たまたま会って仕方なく一緒に。たまたまでこの服着てる？ストリートファイターシリーズで長きにわたり活躍するお二人ですが、もはや宿命のライバルともいえる関係性はファンの間でも有名。お店も普段とは一味違う雰囲気に包まれました。なぜネモさん投げキャラが嫌いなのかめっちゃ知りたいです。駒投げを決め続ければ勝てちゃうかもしれないのが投げキャラなんですよ。そうなんだ。でも捕まえるのってすごい難しいです。確かに相手を難しいです。耐えて耐えてって言うじゃないですか。こっちは時間をかけてザンギを倒そうってなってるわけですよ。時間をかけて。わかる。今日一の声ですね。投げだけで負けるとかも全然あるんで、この99秒間何やってきたの？やっぱ人生を無駄にしてきたんじゃないかなっていうのをちょっと思っちゃうんですよ。対戦してて。そうなんですね。そんなお二人の対戦、投げキャラザンギエフを愛するいつかにとっては板橋ザンギエフ選手の戦いぶりは衝撃だったようです。それでは試合を見ていきましょう。本当に横対戦怖いんで嫌なんですけど、まあ仕方なく頑張ります。人生を無駄にしないように勝ちます。こんなに重々しい雰囲気で始まりますよ。ハメジュン史上一番重い戦いじゃないですかこれ。そうですね。投げが決まって、それだけで終わる試合っていうのは見たくないなっていう気持ちになってる俺今。ユリアン側には飛び道具のですねメタリックスフェアっていう技があるんですけど、飛び道具に対して今回ザンギエフいろんなことができるんですね。なのでヘッドからスクリューパイルダイバー投げ技の空振りを誘って1回目の投げ捉えていきました。前に出るのはネモ、体力を返していく、さらに投げ飛ばしていく、体力差が逆転しました。ここはそろそろお互い V トリガーがある。特にクラッシュカウンター、これはでかい。さらに連続技サイクロンライアットからの投げ、ボルチダイナマイトから置き攻め、しゃがみジャッキックで決めていきました。まずは板橋ザンギエフ、投げ嫌ってジャンプしたか今刺さったんだね。隣り合わせですね。かなりお互いにプレッシャーかけ合ってますよ。タックル、カウンターヒットでつないでいく。ユリアンは自分の楽しませろって言って自分にこのオーラをつけることで技を出しながら相手の動きを一回受け止められるようになるんですね。すごいこれです。そうこの肌が黒くなってる時は一発相手の攻撃耐えられるの。必殺技中。そうなるとそのザンギエフが攻めてくるところを咎められるんで、これは使わずEX クリパイルドライバー、相手の投げ技に強い技を使っていきます。そして V トリガーのサイクロンラリアットから EX クリパイルドライバーぐるぐる野郎の真骨頂です。始まった。ここはどうするか。だけガードしている。なんとガード間に合った。タックルからの発動、プレッシャーをかけてジャンプで逃げる。2枚目のエーリスうまく使っていった。でも取り返しました。お互いにこの V トリガーが3本 V ゲージが3本必要なんですけど、となるとすごい体力が減ってからじゃないとできないんですね。で特にそのザンギエフの攻めが苛烈だから、このユリアン側はエイジスリフレクターを発動できずに負けちゃうことがあって、でネモ側はそうならないようにしたいんですよ。なるほど。飛び道具を打って板橋ザンギエフの動きを牽制していくのはネモ。ジャンプ、画面足が近い。これは脱出したいんですがうまく逃げていった。後ろ髪中間地暴れている。起き上がり返してさらに
投げているのは板前ザンギエフ。位置が入れ替わったぞ。これで一気に隊列さんひっくり返せるか。大パンチ V リバーサルで返して飛び道具に対して強力なサイクロンラリアットを使っていく。さらにどうだ、乗っかっている。板前ザンギエフ体力はないがゲージがあるんでこれ使っていく。サイクロンラリアットから膝置き攻め、膝ガードしている。これは続きからポジションよしあず決まるか。どうだエキシビションマッチ勝者板橋ザンギエフ。ダレルネモさん、ありがとうございます。ネモさんじゃあ板橋ザンギエフ選手いかがでしたか。いやーもうこの顔を見てもらえれば大体わかるかなと思います。ありがとうございました。そしてレモン選手いかがでしたか。いやーくだらなかったですね。わかるよわかるよ、気持ちはわかる。僕もぐるぐるされたからわかる。番組 MC の3人が選ぶもう一度見たい格ゲー喫茶ハメ順名勝負3選。続いて常連客歌広場順がセレクト。もう一度見たい名勝負。第22回放送では鉄拳プレイヤーのゲン選手、ランチ選手、ノロマ選手がご来店。エボジャパン2020でも活躍した3選手による三つどもえ戦。白熱した勝負が続く中、ランチ選手とノルマ選手の対戦でサケがステージ上に残り続けるという事態が起こります。ミスレまだミスレちょっとなんかしてミスレはい、ということでここからは第3試合目ランチュ VS ノロマの組み合わせを見ていきたいと思います。それではお二人に、意気込みを聞いていきましょう。まずはじゃあランチさんからお願いします。このリロイすごい浅いんで僕は負けるわけにはいかないと思ってもう勝ちたいと思います。はい、ありがとうございます。浅いとにかく攻撃的ですね。攻撃ね、レバー持つと攻撃的になる。めっちゃ攻撃的になりましたね。多重人格すぎるなまあこのリレーはね浅いからこそ勝てたっていうのがエボジャパンではあったので、全然わかんない理屈がわかんない。浅いからこそ長崎が入ってきてるぞ。浅いからこそ勝てたからやっぱ浅いなりに頑張ります。はい、頑張ってください。トラ何？一応平八ってトラを好きなのでそこに合わせたんでしょうかね。トラが立ってるだはい、トラ三宝流、クマ三宝流です。はい。選ばれたのはイタリアステージバルコニーブレイクというギミックのあるステージになっています。ちょっとワクワクしたんだけど開幕棒を使わなかったですね。さっき当たりましたからね。周距離リーチが長いので、そのリロイってキャラは若干そのリーチの面では不安がありますから、そういう点では戦いやすいかもしれません。しかし崩しレイジのランチを崩していく。これが当て感クマ無双で何どうなの？これはレイジアレイジ圧。いやなんでどういうこと？どこから持ってきたんだ？グレイト。どういうことなのそれ？持ってきたんだわからないんですけれども、鮭バット。クマといえばやはりサーモンハンティングっていうと言えばやはりと言われて。あ出た。おっとこれは今回不利になってますからね。棒を使った？棒を使いました。しかしガードさせて、しかもそこがクマ無双をぶっ放してきましたね。後ろに鮭いない？鮭？どこにいる？鮭いない？鮭いた！鮭いた！とか言ってるうちに追いかれてるぞ。いやこれ鮭じゃない。鮭なのか本当にあれは。でかすぎるだろ。鮭にしては。飛んでる。しかしその話を三宝流。これはもしやリロイまさかの？これ見てる人の目意識してんのかもしや。この透かし確定、いやその先ほど言った通りやはりリーチの長さを生かした中距離でのプレーが非常に上手ですね。確かに今の当てるのもなんかすごかった。当たりに来てるみたいな。ここは出し切って壁ある今日そこから張り付くのか。しかし入れ替わってしまった。これで壁との位置が入れ替わってるのは非常に危険。このまま脱出したいところですがレイジになった。細かい火力でノロマが取り切ってきました。ラウンド4だがこのフライングヒールに対しての透かし確定がうますぎる。あまりにもうまい。そしてもうこの体力です。残り4割。ちょっと邪魔。これが浅瀬でジャプジャプする鮭だ。ジャンプがどちらが浅いのかですねこれは。しかしノロマ苦しんでるとおっとしっかりと
これ起きちゃうんじゃない？もしかして交流転生から入れがどうすんの？苦しいのノロマどうする？現状態です。やっとフィニッシュ。勝者ランチュ見事でした。見事でした見事でしたじゃあ、感想を聞いていきましょう。まずはじゃあランチさんどうでしたか？はい言いましたね。こんな浅いリロイに負けるはずがないとはい、有言実行。はいそのままです。おめでとうございます。はい、そして、野呂さんいかがでしたか？鮭は策略？鮭がずるい。戦略ですこれは。いやあれは鮭のせいで負けました。間違いない。鮭が邪魔な上に笑ってましたからね。鮭いるって鮭が浅さを象徴してたね。浅さだと水ねえし。そう水ねえし、お前陸だしっていうのを残るんだね。面白かったな。跳ねすぎだから。あれがカメラの前に来たのはさすがに受けました。鮭にやられたと。なるほど。そして対戦後も鮭の話題に。でそれ残るってことでしょ？ちなみに僕今初めて知りました。いや俺も知らなかった。俺も知らなかった。いや鮭が残るの知らなかった。みんな初めて知ったの？いや僕パンダしか使わないから。そうですね。パンダが別のレイジャーズ違うんです。そうなんですよ。あ、鮭が出る場面が少ないのにわざわざ使ってくれて、可愛いから可愛いなと思ったら、それが結果として後の勝利につながるっていう。鮭が本当に見えなかったね。発売から数年が経過しても新たな発見がある。これもゲームの面白さなのかもしれませんね。番組 MC の3人が選ぶもう一度見たい格ゲー喫茶ハメ順名勝負3選。最後はマスターハメコのセレクト。もう一度見たい名勝負とは。時のプレゼンツ第3回ハメ順カップ。時戸選手による持ち込み企画第3回ハメ順カップ。期待の若手選手7名と歌広場が争うトーナメントと、ここで注目の対戦に行く前に未公開トークをちょこっとだけお見せしちゃいます。そもそも皆さんはゲームをどういったきっかけで始めるようになったんですか？いきなりストリートファイターから？自分兄がいるんで物心ついた時から家にゲーム自体はありましたね。一緒にお兄ちゃんと遊んでた。それ何をやってたんですか？格闘ゲームやっぱり。でも一応ファミコンでストリートファイター2は家にありましたね。2なんだ。2ですね。一緒ですね全く。本当ですか？はい。私も兄が2をやって。ナウマン君は？僕はゲーム自体は好きだったんですけど、対戦ゲーム始めたのは中学の同級生が結構新しいもの好きでいろいろゲーム仕入れてきてくれて、その中の一つにストリートファイター4があった感じ。スト4が中学生の頃か。厳密に言えばスパ4の2012。いやもう分かった。いいよ。分かった。もう大体言わんとしてること分かった。なるほどね。そう一緒にやって格ゲー面白い。一番最初にやったの覚えてます？ファミコン？ゲームですか？そんなことないでしょ。僕とか時戸さんとか割と同じ世代なんですけど、例えば友達と集まったらストリートファイターとかやっても対戦にならなかったりするから、じゃあ桃鉄やろうぜみたいな、そういうのがあったりしたんですね。そうですね。スマブラですかね。それでいうとスマブラ。スマブラからなんか対戦ゲームに発掘してった感じですね。中学の時。64やってたってことですね。ジョン君は？自分は一番最初にやったのはゲームボーイカラーがもうなんか物心ついた頃にはあって、それでポケモンの金やってましたね。ポケモンしかも金なんだ。なんかしかも兄弟と一緒にやっててみんなで順番こにやったんですけど、これがもう本当にもう何も分かんなかったから、やっぱ動物捕まえるのかわいそうだから全部逃がしちゃおうっつって、ボックスにあったポケモンを全部逃がしちゃって、もう手持ち100しか残んなくてそれでもう兄弟にめちゃくちゃ怒られたことありましたね。ジョン君よかったね、プロゲーマーになってでもそこから格闘ゲームとの出会いがあってみたいな。そうですね。高校の時に友達ん家で遊んでても本当にナウマンさんと同じで、友達ん家でスマブラをやってた流れで友達がストリートファイター4を持ってきて、
そこから始まってって感じですね。でその1年後くらいにゲーセンに通い始めましたね、自分は。なるほど。ベタな質問なんだけど一言ずつ聞きたいなと思う。プロゲーマーになってなかったらどうしてました？今でもずっとゲームやってたかな？一応もともと夢があって、銀行員だったんですけど逆もいいとこだなそれを目指すために大学でこっちに来て、商業を学ぼうと思ったらその別のことをちょっと学び始めちゃって、で今こうなってます。商業を学ぼうと思ったらプロゲーマーになってたすごいな。すごい。ナマン君は？僕そんな大層ななんか夢というものがなくて、ゲームは多分続けてたと思うんですけど、まあなんか普通に会社員やりながらゲームやっているって感じになってたんじゃないかなって思いますね。ナンマは結構そのギリギリのところで悩んでたっていうか、こっちに来るかもしくは就職するかっていうので、すごい悩んでた。結構悩んでたイメージだけどね。結構最後まで悩んで。ジョン君は何やってた？自分はもともと絵描くのすごい好きで、そういう美術系の学校通ってて、将来はイラストレーターとかデザイナーになろうかなって考えてましたね。ただやっぱちょっと本当にもうポケモン全部逃がしちゃうくらいなんで、多分もしかしたら今生きてるかどうかも怪しかったかもしれないポケモン全部逃がしちゃうから今生きてるかどうか怪しいわ。また別の話だけど逃がすことはね、なるほどね。格ゲー始めてみんな何年ぐらいですか？は3年ぐらい。3年。はい。僕は5、6年ぐらいですかね。今19で5、6年やってる？はい。自分もそんぐらいですね。中学校2年生ぐらいの頃から始めたぐらいですね。僕8年です。お、やってるね。一番最初はストリートファイターですね。スパ 4AE2012 っていう1個前のゲームをやってました。そうなんだ。なんか僕単純に気になっちゃったんだけど、川野くんってなんで格闘ゲームやろうと思ったの？結構ゲーム何でもよかったんですけど、大学入る時にちょっとお金かからん時間潰し欲しいな思ってその時に何かやろうかなと思った時にそれがスト5でした。途中でやめようと思わなかった？結構やめてたこと多いと思います。でもそうなの？はい。もうランクが上がんない時とかはもうイラついた時とか結構1ヶ月離れるとか結構ありましたね。ちなみに皆さんは面識はそもそもあるんですか？なんか普段遊んだりとかしたりすることはあんまり？あんまりない。でもじゃあキャラが違そうだもんな大会とかでぶつかったりみたいなことないですか？ここは結構すごい回数すごいよく最近大会でも3回ぐらい当たってるんじゃないかなって感じですね。ちなみにどっちがどうだったとか聞いてもいいですか？やってんだでも大事な時にやっぱ負けちゃったんで、僕一番勝ちたかった時に負けちゃったんで、僕としてはあんまりへこんでたよね。ああ、なるほどね。へこんでましたかなり。本当にそんな風にバラバラな4人が一つのゲームやってるからって言ってこうやって一緒の場に来て、ね、もう時戸さんのおかげでこうやって出れたわけですから、じゃあ最後にこれね全員で時戸さんに向かってありがとうございますで締めましょう。これじゃあ皆さん本当時戸さんこの度は呼んでいただいてありがとうございました。ありがとうございます。はいそして第3回ハメジュンカップ決勝は水葉選手とシュート選手の対戦となりました。シュート選手の果敢な攻めに冷静に対応した水葉選手が見事優勝。すごくお仕事を大切にしてるので次につながってめちゃくちゃ嬉しいです。ここに来て真面目おーいいこれもうちょっと俺からのお願いなんだけど、もうカメラに向かって、コーヒー派紅茶派俺水派やってもらってもいい？もう、君はコーヒー派お茶派俺水派。ありがとうございます。そしてここからがハメコセレクトの名勝負。第3回ハメジュンカップを優勝した水葉選手と大会を企画した時戸選手の対戦です。マスターハメコの注目ポイント。時戸選手の強力な攻撃で追い詰められながらも水葉選手の粘りが逆転勝利を呼び込みます。
まずは意気込みを聞いていきたいと思います。水沢選手、相手は時戸選手です。ただ見てる人が本当に強いのかちょっとここで確かめたいと思います。やべえなお前急にこれ分かってほしい。そして対戦相手時戸選手いかがでしょうか。まあここ僕がしっかり勝ってまだまだ上がいるんだなってことをちゃんと教えたいと思います。はい、絶対勝ちます。はい、それでは準備をして始めてください。楽しみだな。なんだこの水葉くんの一戦ごとに表情を変える感じ。スタートです。組み合わせとしてはこの時戸の合気の持つ波動拳が非常にコーリンには有効ですが、まずは膝を一つ細かい動きでね。裏拳に対して差し返しの中キック、膝これ非常に強力、そして投げ抜きを誘った動きでこれ獰猛だね。圧倒していきます時戸。しゃがみでキックからプレッシャーをかけていきます。さあ水葉もう苦しい状況、ここは V トリガーを発動。上から対空しっかり後がありません。水葉ダッシュクラッシュカウンター、これは大きい、非常に大きなダメージ。寝てやりそうですか。いやここで投げ、まだ V ゲージがあるぞ。スタンの利きだ、投げ抜けている。扉バックジャンプ、よーしっかり反撃。どこまでからのパラメラムゲージがあります。1本冷静にね、冷静にね。2本勝手にした。これは面白いぞ。大逆転。この水葉のコーリンのアブソリュートゼロという V トリが非常に強力ですね。今その性能を遺憾なく発揮して大逆転を果たしました。地上戦は圧倒的に時戸さんがうまかったっていうね。ここからどういう展開を迎えるでしょうか。うまいぞ飛び。ここはゲージは使わず波動が有効ということはね、画面足飛びが通る。時戸のゲージがありますが、ここは位置を入れ替える、投げて入れ替えていく。きついね。水葉のペース。ここはゲージを1本使っていきます時戸。しかしこの画面足水葉冷静です。クラッシュカウンター、プレッシャーをかけるがダッシュに対してしっかりとタッチジャックパンチを押している。この対応も見事。しかし体力差はかなりついているぞ。一発一発が恐ろしい。いきます。じっくりとした地上戦。トリガーが溜まった。ここでトリガーが溜まったのは時戸ですが、この体力差をひっくり返すにはおっと出なかった。これはゲージがあるぞ。どこまで行く？フリッからずもしや？いやそんな待って。ロストバーでフィニッシュ。勝者水葉。はい、じゃあ感想を聞いていきたいと思います。楽しいですね。はい、水葉選手いかがだったでしょうか。まあまあ強かったです。まあまあ勝ちってそういうこと。勝者ってそういうこと。勝者ですからね。時戸選手にも聞いていきましょう。どうでしたか。乾杯です。ありがとうございました。ありがとうございました。いやいい試合でしたね。予想外の展開。ということで、改めまして、時戸プレゼンツ第3回ハメジュンカップ優勝は水葉選手でした。トッププレイヤーたちによる数々の激闘を見守ってきた3人。ここ格ゲー喫茶ハメジュンで次はどんな戦いが見られるのか、今後も楽しみですね。